今日は電子レンジでガトーショコラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、濃厚ガトーショコラを作っていきたいと思います。私のチャンネルでもね、何回かね、ガトーショコラレシピはご紹介してるんですが、今回はたったの材料4つで作れて、さらにですね、電子レンジだけで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。材料をレンチンして混ぜてレンチンして冷やすだけなので、すごく簡単です。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。チョコレート、卵、無塩バター、牛乳、こちらの4つの材料で作っていきます。まずチョコレートなんですが、今回はガーナのブラックチョコレートを使っていきます。カカオ 50% のチョコレートになります。こちらはですね、お好みでミルクチョコレートを使っていただいても OK です。そして卵ですね、こちらは M サイズの卵を使用します。賞味約 50g を目安にしてください。そしてバターですね、こちらは無塩バターを使用します。有塩バターでもね、作れないことはないんですが、有塩バターを使うとやはり塩が入っていますので味わいが変わってきます。それが気にならない場合はもちろんね、有塩バターを使っていただいても OK です。そして今回は約 12cm×8cm、 高さが約 5cm の耐熱容器を使っていきます。この耐熱容器はですね、100円ショップに売っているね、電子レンジで加熱しても大丈夫なタッパーを使って作っていただいても OK です。お好みのものをね、使ってください。そしたらまず下準備として、この耐熱容器の内側にラップを敷きます。ピタッとね、貼り付けてください。こうしておくと最後ね、取り出しやすくなります。はい、このようにラップを敷き詰めておいてください。こちらはですね、必ず生地を作る前に準備しておきましょう。もしラップがね、ない場合はクッキングシートを内側に敷いていただいても OK です。それでは早速作っていきたいと思います。ではね、早速作っていきます。まずね、卵を先に溶きほぐしておきましょう。卵に関しましては、こちらは必ず常温に戻した状態のものを使用してください。冷たい状態のものを使ってしまうと、チョコレートと合わせた時にチョコレートの塊ができてしまう時があります。なので必ず常温に戻した状態で使いましょう。それでは割ります。そしてまずね、卵をしっかり溶きほぐしてください。はい、このようにね、しっかり混ぜましょう。では続いてチョコレートをね、細かく刻んでいきます。できるだけね、細かめに刻んでください。ただね、刻むのがちょっと面倒だなっていう時は、細かめにね、手で砕いていただいても OK です。ではね、刻んでいきます。はい、このように細かく刻みましょう。そしたら耐熱ボウルを用意してチョコレートを入れます。必ずね、耐熱性のボウルを使うようにしてください。もしね、耐熱のボウルがない場合は湯煎でね、溶かしていただいても OK です。はい、このようにボウルに入れてください。それでは続いてバターです。こちらもね、少し小さめに切りましょう。だいたいね、このぐらいの大きさに切っていただければ大丈夫です。で、切ったらですね、こちらもボウルの中に入れます。このように散らして入れてください。で、入れたら続いてここに牛乳を回しかけます。大さじ2杯ですね。そして一度ね、この状態でさっくり混ぜましょう。通常ね、チョコレートを電子レンジで溶かすのはすごく焦げやすいのであんまりおすすめしないんですが、このようにバターや牛乳と混ぜると焦げにくいので、今回はね、電子レンジでやっていきます。そしたらですね、ここにふんわりラップをかけます。そしてこちらを電子レンジ 600W でまず1分加熱してください。先ほども言ったんですが、チョコレートは電子レンジで加熱すると非常に焦げやすいので、一度にね、たくさん加熱しないようにしてください。少しずつ加熱することで綺麗な仕上がりになります。では加熱していきます。はい、1分加熱しました。そしたらね、ラップを剥がします。よいしょ。はい、今ね、このような状態です。そしたら続いてゴムベラを使ってできるだけ泡立てないようにゆっくりゆっくり混ぜていきます。はい、そうするとね、だんだんね、こうやって綺麗に溶けてきます。はい、このように溶かしてください。そして最後もう一度仕上げで加熱していきます。同じようにラップでふんわり蓋をして、そしてこちらを電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。ラップを外してください。
で加熱したらもう一度よく混ぜます。はい、このようによく混ざれば OK です。そしたら続いてこちら混ぜておいた卵を流し入れます。こちら一度に入れちゃって OK です。そしてまたゴムベラでよく混ぜましょう。この時もできるだけ泡立てないようにね混ぜてください。ゴムベラをね底につけながら混ぜるとね泡立ちにくくなります。はい、よく混ざれば OK です。今ね生地はこんな感じです。このようにタラタラタラーとつながって流れ落ちるぐらいの生地になります。それではね準備しておいた容器を用意してください。この中に生地を入れます。で入れたらですね少し上下に揺すって表面を平らにしてください。そして少し高い位置から 2,3 回落として空気を抜きます。はい OK です。そしたらですねここにふんわりラップをして、そしてこちらを電子レンジ 600W で2分30秒加熱します。はい、今ね2分30秒加熱しました。すごくね熱いのでやけどしないように注意してください。そしたら一度ねラップを外します。よいしょ。はい、今ねこのような状態です。表面全体が乾いてるの分かりますかね。このようになってれば OK です。そしたらですね上にキッチンペーパーなどをふんわりかけてこのまま一度しっかり粗熱を取って冷ましてください。はい、粗熱が取れて冷めました。ペーパーを取ります。粗熱が取れて冷めるとずっしりとした感じになってきます。それでは最後こちらをしっかり冷やしていきます。そうすることでとてもずっしり濃厚なガトーショコラに仕上がります。ここにラップをしてこのまま冷蔵庫で3時間冷やします。はい、冷やし終わりました。はい、今このようにとてもずっしり濃厚な仕上がりになってます。それではね取り出したいと思います。はい、今かなりずっしり濃厚な仕上がりになってます。あとはね食べやすい大きさに切りたいと思います。切り方はお好みの切り方で OK です。今回は一口サイズに切っていきます。まず半分に切ります。で切る時もね少し包丁を温めていただくといいかなと思います。あとは一口サイズに切ります。はい、こんな感じでね美味しそうに仕上がりました。あとはお好みで粉糖またはココアパウダーをかけて召し上がってください。はい、これでガトーショコラの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はこんな感じでね粉糖をかけてます。こちらはお好みでやってみてください。一口サイズにしていただくと食べやすくて可愛い仕上がりになります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。もうね濃厚ですごく美味しいです。食感もずっしりとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のガトーショコラのポイントです。まずですね今回のガトーショコラは材料が少なくてかつ電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介しました。本格的なガトーショコラとはちょっと違うんですがとてもずっしり濃厚で美味しいガトーショコラに仕上がってます。まずチョコレートなんですが今回ブラックチョコレートを使ってます。こちらはお好みでミルクチョコレートを使っていただいても OK です。使う卵に関しましてはこちらは必ず常温の状態に戻してから使うようにしてください。冷たい状態でチョコレートと合わせてしまうとチョコレートが固まってしまう時がありますので注意していただけたらと思います。そして電子レンジで加熱する時なんですが通常ねチョコレートを電子レンジでね溶かすとねすごく焦げやすいんですがそこにバターと牛乳を加えていただくことでチョコレートが焦げにくくなります。なのでこういったものを入れてる時は電子レンジを活用していただいてもいいかなと思います。ただですねこの時に一度にたくさん加熱してしまうと焦げる原因になりますので一度にたくさん加熱しないようにだけ注意してください。そして一度加熱したら取り出して空気をあまり入れないように混ぜてください。きれいに溶けたら卵を一度に全部加えてそしてよく混ぜてください。そしてその後ですね出来上がったらラップを敷いた容器の中に生地を全て入れてふんわりラップをしてその後電子レンジで加熱してください。加熱時間に関しましてはお使いの電子レンジやあとは使う容器によってね適正な加熱時間が変わる場合があります。一度加熱してちょっとねまだあんまり固まってないなっていう時は30秒ずつプラスして加熱してみてください。でこの加熱時間なんですが今回私は 600W の電子レンジを使ってます。中にはね 500W しかない電子レンジもあると思います。その場合はプラス10秒から20秒ほど加熱してみてください。あと
とはですね、しっかり粗熱を取って冷まして、その後冷蔵庫で3時間ほど冷やしてから召し上がってください。そうするととてもずっしり濃厚な仕上がりになります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はガトーショコラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。